はい、哲也です。今日はですね、小西 VS 高市、議員辞職するのはどっちというテーマでお話してみたいと思います。現在ですね、政治関係の問題で、ネット上でね最も盛り上がっているというか話題になっているのはですね、この小西洋之という立憲民主党の議員がですね、放送法の解釈問題をめぐって、高市早苗大臣を追及しているということなんですね。で、その追及はいいんですけれども、どこからか入手した総務省から入手したのかな、内部文書とかね言ってますけれども、よくわからない文書を提示して、ここでこんなふうな放送法の解釈の変更を安倍さんと議論してるじゃないかという、これは証拠だというようなことで追及してるわけですよね。ところが高橋さんはその文書に書いていることはどうも信憑性がないんじゃないかというような反論をしているということで、小西洋之さんはですね、じゃあ私が提示した文章がもし捏造文書じゃなくて本物だということが分かったら、あなた辞職しますよね、そういうことでよろしいんですかみたいな感じで追及したわけですね。そしたら高橋さんが結構ですよと、私はこれは信憑性薄いと、捏造だと思っているというようなことで返してたわけですね。もしその文章が偽物というか捏造であれば、高市さんは別に責められることはないし、逆にですね、小西さんが責められると、相手にね辞任するんでしょうねっていうふうな念押しをした以上、もしこれが捏造の文章だったら小西さんが辞任しなきゃいけないというようなことになるかもしれませんよね。その辺はどういうふうに感じるかというのは人それぞれでしょうけど、僕はですね、やっぱり相手に辞任を求めるのであれば、もし自分が提示した文書が捏造であった場合、自分が辞任するというのが正しいんじゃないかと思いますけどね。ちょっと事の経緯を、正確に理解するためにですね、産経のニュースサイトの記事をねちょっと読んでみたいと思います。立憲民主党は3月3日ですね、3月3日の参院予算委員会で、平成26年から27年に当時の安倍晋三内閣が一部の民放番組を問題視、放送法に基づく政治的公平の解釈変更を試みたとされる問題に矛先を向けた。経緯を記した総務省の内部文書を入手したと主張する小西洋之参院議員が、岸田文雄首相や当時の総務省の高市早苗経済安全保障担当相らに攻勢をかけた。放送法の解釈が政治的な圧力で作られることが認められていいのか、小西氏は3日の質疑で江首相に見解を正したということですね。で、首相は正確性や正当性が定かでない文章に私から申し上げることはないと反論したが、小西氏は岸田政権は自分たちに都合の悪い文章は官僚を犠牲にし嘘だと言うと畳みかけた。国会で論戦を重ねてきた安倍氏が絡む問題であることを意識しすぎたのか、首相に対し安倍総理と言い間違える場面もあったともう安倍さんが生きがいだったんですかね。もう安倍総理って言いたいんでしょうね論戦の焦点となっているのは文章の正確性だ。小西氏は総務省職員から受け取ったと主張するが、高市氏は非常に悪意を持って作られた文書だと答弁し、見解は食い違っている。松本剛明総務省は文書中の発言内容についてかなりの人が認識と異なっていると述べており、真偽の判断は総務省の調査を待つことになる、というようなことで、今までですね、この立憲民主党っていうのは、どういうんですかね、自民党にもう重要な問題、例えば安全保障とかね、少子化問題とか、そういう重要な問題について正々堂々と論陣を張ってね戦うことがなかなかできずにね、インパクトが弱いわけですよ。質問してね追及するけどもすぐ論破されて、そういうことですかみたいな感じで終わっているわけですね。だからほとんどが不発に終わっていると。ただ唯一攻撃できるのはこの摘出というかね、要は自民党の中にあるスキャンダルみたいなもの、そこを追及することによって存在感を出そうとしてきたわけですね。だから安倍総理の時も森掛桜ね、ああいう問題で実態がどこまで怪しいのかもわからないようなね、結局何も出てこなかったわけじゃないですか、最終的にね。で、刑事事件にもならなかったしね。だからよく実態のわからない、濡れ衣みたいなね話で
追及して国会を盛り上げて、でマスコミとね一緒になってわーわーやってですね、それで存在感を見せていたと、立憲民主党はね。それに拍手喝采を送る国民も一部いるんだけど、全体で見るとですね、やっぱりね、何やってんだと、いつまで国会をですね、空転させてるみたいなもんじゃないですか。要するに国会というのは1日何億かかかるそうですね。それをそういうよくわけのわからないような問題で追及で費やしてね、立憲民主党は何やってんだということで、立憲に対する政党支持率というのがもう 2. 何%とかいうレベルに今下がってるわけですね。それはもう自業自得だと思いますよ。ということでね、問題の焦点はこの文章ですね。これが本当に信憑性のあるものかどうか、正確なものかどうかということなんですよね。でこのピーチ太郎という方がですね、これツイッターでですね、このように書いています。高市大臣、小西委員が入手された文書の信憑性に私は大いに疑問を持っております。もし私と安倍総理の電話内容が文書に残っているとしたら、私の電話に盗聴器でもついているんでしょうか。大臣室に盗聴器がついていたとしても、安倍総理が何をおっしゃったかは入らないはず、全くの捏造文書だと考えておりますというふうに突っぱねたわけですね。それで、これがじゃあ捏造じゃなかったら大臣も議員も辞めるということでよろしいですねみたいな感じで、小西さんが高市さんを追及し、高市さんが結構ですよということで、応じたということですよね。はい、この件に関して僕はこのように、このピーチ太郎さんのツイートリツイートする形でこのようにコメントしています。小西洋之氏がまず明確にすべきは、独自入手したという文書の信憑性。現時点では怪文書レベルで、永田メール事件の匂いがしないでもない。この永田メール事件については後でまたお話しします。いずれにせよ、週刊誌ネタや怪文書レベルの文書に基づいて国会質疑を行って疑惑が深まったごっこを展開されたのでは国民はたまったものではないということを書きました。はい、でこの永田メール事件というのは何かというとね、これ2006年だったかなの通常国会でですね、当時ライブドア事件で、大問題になっていた、堀江貴文氏ですねの選挙に関わる話だったと思うんです。堀江さんって2005年の衆議院選挙に出てですね、広島あたりだったと思いますけどね、亀井静香という名前が可愛いけどすごいいかつい感じの立派な政治家がいらっしゃったって、今どうしてるのかちょっと分かりませんけど、亀井静香ちゃんね、その人と戦いになったんですよね。それで結局、堀江さん敗れたんですけれども、その候補者になる時にですね、当時の自民党の幹事長武部勉さんだったかな、武部さんという人がいて、その人にですね、どうも多額の政治献金をしたんじゃないかという噂があってですね、でそれを裏付けるメールを入手したっていうんです。その時の議員の名前が永田久康さんね、まだ若い40ぐらいの人だったと思うんですけどね、僕の記憶ではちょっと大柄のね、その人がですね、追及したわけですよ。そのメールに基づいてね、ほらこういうふうにメールでね、政治献金したことちゃんと明らかになってるじゃないかと、もう国会でめちゃくちゃ追及したわけですよ。ところがね、後でこれが捏造だってことがね発覚したんですよね。それでどうなったかね、この永田議員はですね、議員辞職か除名かなんかになって、その後ですね、離婚もしたのかな。そして、精神疾患になってね、最終的には自殺したんじゃないかと思うんですよ。それから執行部も総退陣しましたね、その時にね。民主党ですよ、当時のね。だから、その匂いがしないでもない、その匂いがするとは言ってね、そこはかとする感じもするねみたいなレベルなんですけど、まだね、総務省の内部文書って言うんだけど、高市さんは全くこの正面から、否定してますしね、議員辞職してもいいよって言ってるぐらいですからね。もしこれが本当のものであったら、そういうことを話してないっていうわけですよ。ですから、問題の焦点はですね、小西洋之さんがこの論拠としているね、主張の論拠としているこの文書がね、本物であるか、本当信憑性のあるものなのか、捏造されたものではないのかっていうのが焦点になってくると思います。で国会というところはね、参議院も衆議院も、この人は小西さんは参議院ですけれども、国政調査権というのがあるのでね、
僕はここに書いてますように、週刊誌ネタとかね、怪文書レベルの文章を元にして追及するんではなくてね、実際に証人喚問したりね、調べてね、調査して、憲法上許されてるわけでね、62条の国政調査権というのがあると思いますけど、そういうものを使って委員会の場でしっかり証人呼んでですね、調査して追及すればいいんじゃないでしょうかね。なんかわけのわからない文章、週刊誌ネタ、そういう類のものでね、国会この1日何億も使ってですよ、あやふやな根拠のものでね追及してなんか意味があるのかなと。今台湾有事が迫っている、安全保障上の問題、経済安全保障上の問題、それから少子化問題、経済をどうこれから活性化するかとかね、さまざまな実行すべき課題っていうのがいっぱいもう山積してるわけですよね。それなのにこのね放送法の問題、これもずいぶん前の安倍総理時代のね、こういうものを追及して、要するに高市さんを辞職に追い込むことを宣言してますけどね、そういう政治の在り方ってどうなんだろうなと思いますね。僕はちょっと相変わらずね、森掛桜の息を出してないこの立憲民主党の情けなさというのを感じるわけですけど、いずれにしてもですね、この文章が信憑性のあるものとなれば高市さんは辞任に追い込まれるかもしれないし、また逆にですね、この文章がさまざまな証人の証言などを得てですね、これは全く偽物であると、捏造されたものであるということになると、永田メール事件のような形でですね、小西さんが辞職に追い込まれる可能性もないとは言えないということでね。そうそう、小西洋之さんといえばね、かつてテロ等準備罪を盛り込んだ組織犯罪処罰法が改正されたら本気で国外亡命を考えなければならなくなるみたいなことをおっしゃってましたけど、どうなったんですかね。とっくに改正されたのにまだ亡命されていませんよね。でももしこの内部文書が捏造だったと発覚したら、さすがに今度こそ何か実行に移していただけるんじゃないでしょうかね。またあと1点ですね、指摘しておかなければならないのは、捏造だったら永田メール事件みたいなものですから、小西洋之議員の辞職という問題がね当然浮上してくるわけですけれども、もしですねこれが本物だった場合にはどうなるかっていうことなんですよね。高市さんが辞めなきゃいけなくなるという話もあるんだけど、これね総務省盗聴大事件みたいな話になりませんかね。盗聴した内容が書かれてるわけでしょ。そうでもないとあんな文章書けないですからね。そうなるとね、これ有本香織さんなんかツイッターで指摘されてるんですけども、何人もの官僚の首が飛びかねないという事態になりますよね。この問題はね引き続き、重要な問題ですので、これからも注目していきたいと思います。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。